はいどうもしんです。本日もアークサバイバルエボルブドをやっていきます。本日はですね、アークバックストーリースコーチドアース編後編をお送りいたします。スコーチドアース編、時間軸が2つありまして、前編でお送りしたラケイア、ライアの時代から数十年経ったロックウェル、ヘレナの時代が後編となっております。前編から続いている部分っていうのもございますので、まだ見られてない方はぜひ前編ご覧いただいてからこの後編見ていただけるとより楽しめるものになっておりますので、概要欄にリンクご用意しておりますので、まだ見られてない方はぜひそちらをご覧いただいてからご覧いただければと思います。普段ですね、アークについてトラップであったり、建築動画、冒険動画、ニュース速報的な情報発信であったり、チュートリアルなどもお送りしておりますので、ちょっとでも面白かったよとか、役に立ったよとかございましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。あと、Twitter の方でも随時情報共有や配信投稿情報、動画で使った資料の配布、リクエストや相談も受け付けておりますので、Twitter の方でもフォローよろしくお願いいたします。では、本編、どうぞ。一体何なんだ。ロックウェルはいくら考えてもあの祭壇で見つけた機械の正体がわからないでいました。ここにかつて助手をしていた、機器をいじるのが好きだった優れた助手がいたら、こんな荒涼とした砂漠に来ることもなかっただろう。ロックウェル、弱音を吐くな。与えられた機会を最大限に利用するんだ。砂漠ほど自分の死を意識せざるを得ない場所はない。日に日に移動できる距離が短くなっていきます。どれだけ原始的であろうと、一日も早く文明を見つけなければならない。しっかりとした道具と物資がなければ、この冒険も長くは続かない。最近つけられたばかりの足跡が遠くへ続いているのを発見します。素晴らしき紳士にして学者のサー・エドモンド・ロックウェルの物語を今日ここで終わらせるわけにはいかない。プロフェッツレストという集落を見つけます。砂丘の向こうに立つ壁を最初に見たとき、それはまるで黄金鏡のように目に映りました。偶然の発見をただ感謝しました。プロフェッツレストは要塞というよりはむしろ修道院のようでした。ここの原住民はアークのオベリスクを中心に原始的な宗教を作っていました。彼らは1日に3回異なるオベリスクに向かって祈りを捧げています。その服には赤、緑、青の星が描かれています。青いオベリスクは近くにあるため特別視されているようでした。プロフェッツレストは医者を必要としており、ロックウェルには物資が必要でした。プロフェッツレストがなぜあれほど水に対して気前がいいのか分かりました。庭の端にある井戸は地元の人間が水脈と呼んでいるものの上に直接建てられています。この存在はちょっとした奇跡でした。アークはあの島がそうであったように星の中を漂っているのでしょう。あの素晴らしい金属鉱石が鍵になっているはずだ。それだけは間違いないと考えていました。修道院の医者としての私の仕事の多くは取るに足らないものでした。熱中症や軽い病気などの治療が多くを占めていました。このためオベリスクについて学ぶ時間が十分にありました。彼らはオベリスクについて驚くほど無知でした。オベリスクが起動可能な装置であることも知らない。言わずもがな、起動させた経験もない。アーティファクトについては多少の理解があるようでしたが、どちらにせよロックウェルは探求を続けていくしかないようでした。ロックウェルはようやく修道院の聖域を見ることを許されますが、原始人たちの崇める祭壇の上に安置されていたのは、島の地下で見つけたものと似た輝くアーティファクトでした。しかし、ここの者たちはそれを利用するでもなく、研究もせず、代わりに祈るばかりでした。このアーティファクトの正しい価値は、ここにいる間抜けどもには分かるまい。神聖な遺物だと。全くだな。時間はかかりましたが、ようやく一人で生きるための十分な物資と道具が集まりました。これらをラクダのような獣に乗せるのは骨の折れる作業でした。しかし何より大変だったのはアーティファクトを盗むことでした。内部は常に見張られています。ロックウェルはシュエイたちの交代時間を注意深く観察し、誰の飲み物に薬を入れるべきかを見極めました。その後も迅速かつ抜け目なくことを進めました。彼らが気づく頃にはもう手遅れだ。サー・エドモンド・ロックウェルはいつも敵の一歩先を行く。それも単なる一歩ではない。
奴らの手が届かないほど大きな一歩だ。プロフェッツレストを立ってから数日経つが、どうやら尾行されていないようでした。予想通り、奴らはロックウェルが最も近くにある青のオベリスクを目指すと踏んでいるのでしょう。しかしロックウェルが目指すのは緑のオベリスクでした。単細胞の狂信者どもを出し抜くのはたやすい。私はお前たちの遥か先を行くぞ。少し腰を落ち着けて、奴らの聖なる遺跡とやらについてしっかり調査しておく必要があります。使われている材料が星明かりの祭壇の金属鉱石との類似性についてとても興味がありました。オベリスクは私が想像していたよりも強くアーティファクトに反応しています。島にある各オベリスクからこのような反応を引き出すためには3つではなく8つのアーティファクトが必要でした。つまりアークが私のために用意した恐ろしい獣を召喚する前に洞窟探検はこれ以上しなくても良いということです。あとはあの獣です。ネルバが戦ったようなドラゴンに勝てる見込みはない。一人ではなおさらだ。相棒が必要だが適任者はいるだろうか。力を貸してもらうための対価はあまり持ち合わせていないが、少なくとも一つのアークのトライブとなら交渉する余地はあるでしょう。気づけば何年もあの島の外交を担ってきました。私は経験豊富で雄弁な交渉者だ。原住民と同盟を結ぶくらいは朝飯前だ。ロックウェルは現地の開拓地にたどり着くことができました。しかしそこを訪れたのはロックウェルが最初ではありませんでした。バーニングフェニックス一派は略奪集団で、到着した時には貯蔵庫から物資を略奪したり居住者たちを奴隷化していたのでした。当然その無法者たちはロックウェルの姿を確認すると貴重品などを奪っていきました。悪党め、日記だけは死守したが他はほとんど取られてしまった。最悪だ。武闘派のトライブを見つける必要がありました。これを良い機会と捉えるべきだと考えます。礼儀正しく紳士的に何度も頭を下げましたが、リーダーに合わせてくれません。集団の長ならまだ話が通じると考えていました。そして周囲から聞こえる鳴き声がロックウェルを苦しめます。囚人たちの半分はここやあそこを怪我したと嘆き、残りの半分は意味もなく絶えずわめいています。怪我人を見てやればこの耳障りな騒ぎも少しは収まるだろうと手当てを始めます。ついに静かで落ち着ける場所を手に入れます。衛兵たちによりロックウェルは個室へ移されました。移動の理由を教えてくれなかったですが、治療中に彼らの視線を感じることが何度かあったので、おそらく医療技術に目をつけたのでしょう。この地でも医者が必要とされているようでした。それならそれで構わない。医者としての技量は衛生兵の域を超えないくらいでしたが、自分の立場が有利になるなら与えられた役割を演じ続けようと考えます。ようやくバーニングフェニックスの集落に到着します。ロックウェルは部族長の面前に立たされました。部族長のティムールは威厳ととっつきやすさを兼ね備えており、皮と骨でできた王座に腰掛けたまま苛立った様子で私に問いを投げかけてきました。ティムールには妻がいて、妻のナスリンは妊娠していました。準備をする間もなく馴染みのない状況に立たされる可能性もありました。ロックウェルはこの一連の出来事をとても興味深く思っていました。アークで次世代にバトンを渡す可能性については思ってもみませんでした。しかし考えてみればこれは自然なことです。その他の動物と同様に人類にも生殖本能はある。それが種を持続させる唯一の方法なのです。ロックウェルよ、お前は成し遂げたのだ。母子ともに無事で、ティムールは父となったことを誇り、ロックウェルがティムールの祝いの宴の主賓でさえあった理由でもありました。バーニングフェニックスの余興の競技は楽しかったとは言えませんでしたが、食事は美味しかった。ロックウェルはティムールにオベリスクやアーティファクトによってもたらされる莫大な力について囁くことで、一時的な信頼を得られることも確信していました。彼が行動に移るまでに時間はかかるかもしれないが、彼を将軍に変えることができるかもしれない。またしても説得に成功した。不運なキャラバンや村々を破滅させているバーニングフェニックスに対して我慢の限界が来たロックウェルは、ティムールにオベリスクの守護者を相手に力試しをしてはどうかと持ちかけます。不安はありました。ティムールはネルバのようなリーダーではないし、彼の敗北は自分の敗北を意味します。それでも他に選択肢はなく、成功の対価はそのリスクを補ってあまりある。オベリスク、星明かりの祭壇、それにあの貴重な功績があれば、自分が科学者、
紳士探検家であった歴史を刻むための礎となるだろうと考えていました。見つけたぞ。ついに見つけた。祭壇にあった謎めいた鉱石と同じサンプルだ。あの恐ろしい獣が保護していたのでしょう。もちろんこの戦いで多くの仲間を失いました。だがそれも想定内でした。進歩は犠牲を伴い、彼らがそれを認識していなくても、彼らの死によって人類は未来に進むことができるのだ。この鉱石は本当に特別でした。凍えるような砂漠の夜でも触れば暖かいし、まるで心臓があるかのように脈を打っています。ロックウェルが知っているどの天然素材よりも軽くて丈夫でした。このような物質から何を作ることができるだろう。名前でも考えるべきだろうか。何が良いだろう。ロックウェリウム、エドモニウム。残念ながら今は他にやるべきことがあります。ティムールとバーニングフェニックスは役割を果たしました。いつまでも甘えているわけにはいきません。ティムールに憐れみを。勝利に浮かれるあまり最大の脅威が迫っていることに彼は全く気づいていませんでした。今その体は自分が倒した獣の切断された頭部の下敷きになっています。両目は腫れ上がり、開いた口からは血が流れ落ちている。ロックウェルは自分の手柄に酔いしれることもなく、バーニングフェニックスの戦士たちの最初の一団が毒入りのごちそうに倒れると、すかさずその場を去り夜の闇に消えました。アーティファクトとエドモニウムを手にして、悪党どもには天罰が下ったのだ。私のような紳士的な学者にふさわしいもてなしを怠ったせいだ。彼らがいなくなり、この砂漠の未来は明るくなった。バーニングフェニックスの野営地から守備よく立ち去りましたが、手持ちの物資を確認する暇はありませんでした。狩りをして補給しなければいけません。かつての元気はもうないかもしれないが、野営地から持ち出したこの武器があればなんとかなるはずだと考えていました。友好的な部族に遭遇したらすぐに武器を情報と交換することも考えますが、弾薬を数発自分のために取っておくのもいいかもしれないと考えます。使える器具は限られていましたが、エドモニウムの初期実験を何とか行うことができました。ロックウェルの知見に基づけば、一般的な溶鉱炉ではエドモニウムの鉱石を溶かしてインゴットにするのは不可能でした。おそらく金属結合の度合いが強すぎて、融点が通常の金属よりもかなり高くなっているようでした。もっと本格的な実験のためには研究所のような施設を作らなければなりません。しかしサンプルの量が少ないため、後先を考えず実験に没頭するわけにもいきません。砂嵐のせいで馬とはぐれてしまいます。そして空が晴れると、あの裏切り者のミス・ウォーカーと再会することになります。私に会えてどれほど嬉しかったのか。彼女はあらゆる嘘をまき散らした。だがあの女の本性など全部お見通しだ。ロックウェルは彼女の狙いは間違いなく私のエドモニウムだと考えました。手っ取り早く私を殺して奪おうとしないのは、自分の知恵がなければその活用方法がわからないからだと考えていました。ミス・ウォーカー、それならばこちらにも考えがある。しばらくは温厚な老科学者を演じさせてもらおう。しかしお前に騙されることは二度とない。私に先を見通す力があったことを感謝しよう。ミス・ウォーカーがあの島で囚われの身になった時、私は自身の存在を隠した。だから彼女は私が彼女の裏切りを知らないと信じ込んでいる。それを巧みに利用して私はあの詐欺師を逆に騙してやった。しかし彼女に連れ添ういかめしくて口うるさいあの女はまた別の問題でした。彼女は鋭く疑念に満ちた視線でこちらを睨んでいることがよくありました。ティムールと同じ方法で対処してもいいが、彼女はティムールより用心深いかもしれないため、できるだけうまく自分の本性を偽ることに集中しようと考えます。ロックウェルはミス・ウォーカーを買いかぶっていたのかもしれないと思い直します。エドモニウム鉱石については特に興味はなく、彼女が関心があるのはロックウェルが持っているアーティファクトでした。もっと早く気づくべきでした。彼女の専門は生物学です。エドモニウムの特性など彼女には理解できないのでしょう。ロックウェルはこの事実に少し安心します。ミス・ウォーカーが自分を出し抜こうと企んでいたとしても、彼女が狙っているものは的外れです。エドモニウムの研究に細心の注意を払っている限り、遅れを取ることはないと考えます。ロックウェルは怖そうな目つきで睨んでくるあのワリガル・アスワドという女とは早くおさらばしたい。向こうもそう思っているはずだと考えていました。
彼女は星明かりの祭壇へと続くアークの入り口まで我々を送り届けてくれたが、別れの手土産はそれだけでした。砂漠の魔女がいなくなれば、ミス・ウォーカーと私にとって状況は好転するだろう。ミス・ウォーカーはエドモニウムに秘められた力に全く気づいていない。そして島で彼女が行った策略について、自分が何も知らないと信じ込んでいるようです。彼女がおもちゃや骨董品で今後も遊びたいなら続けるがいい。暇だったら手伝ってやってもいい。ひとまず彼女の目と鼻の先で宇宙で最も素晴らしい物質の秘密を私が解き明かしてやろう。と記録は終了します。なぜよりによって砂漠なんかを選んだのか。厳密に言えば選んでなどいません。あの装置をどうやって動かしたか自分にもよく分かりませんでした。かつてヘレナが住んでいた島の宇宙ステーションのようなものが突然ホログラム画像でいくつも表示し、選択を促されたのでした。ああ、なぜボタンに触れてしまったのだ。その時ホログラムは果てしなく続く砂漠を映し出していました。その結果、ヘレナはここにいるのでした。そういう向こう水なところはいかにも私らしい。まあ、この機会を幸運と捉えて最大限に利用しよう。とにかく熱射病には注意しよう。ヘレナの努力は報われました。予想通り、この巨大な緑の昆虫たちは飲むのに適した水を背中に蓄えていました。だが、いずれ水はなくなるかもしれない。移動は今でも徒歩だ。仲間も見つからない。アテナに会いたい。今日、友好的な生存者たちの集団と遭遇します。砂漠のキャラバンである彼らは彼女を歓迎してくれました。彼らが乗り物にしているのは非常に魅力的な生物でした。おそらく恐竜の一種でしたが、ラクダとも生物学的なつながりがあるように思えます。しかし不思議な生き物でした。あれだけ奇妙奇天烈だったあの島にもこんなのはいませんでした。あの島ではなくこのステーションに最初にたどり着いていたら、ここの生態系が自然の産物だとは1秒たりとも思わなかったでしょう。例えばこのモレラトプスです。彼らはケラトプスとモレラドンとラクダの交配種だが、最も奇妙なのは背中のコブに線を刺せば清潔な飲料水を入手できるという点です。安全かつ彼らの体にダメージを与えることもない。全くとんでもない生物だ。遺伝子操作が行われたのは間違いない。まず事実を認めて、次は理由を突き止めるべきだろう。この新たな観点からここの生物たちを研究すれば、答えは得られるはずだと考えます。ヘレナはキャラバンの人々がエンドレスデューンズと呼んでいる場所を見せてもらいます。それはこの地域を全方位から囲んでいる荒涼とした砂の海でした。実際はこの砂漠にも果てはあるのでしょうが、無限と呼びたがるのもうなずけました。しかしそこは巨大な砂漠ミミズの生息地でもあり、彼らの縄張りに足を踏み入れた者は全て飲み込んでしまうようです。最初は笑い飛ばしていましたが、後に電車くらいの大きな化け物が砂の中から飛び出し、野生のモレラトプスを貪り食う姿を目撃しました。あれに気づかれることなく歩く方法を身につけるしかなさそうだ。あのデスワームというとんでもない生物にも役割があることが分かった。彼らは自然の障壁なのです。もしこの地が自然界を模倣した宇宙ステーションなら、その中にいる野生生物と人間も自然に存在するように見せかけなければなりません。以前の島には海があり、それが成り立っていました。だがこの砂漠では海の代わりにデスワームがいるようです。餌が少ない環境では大量の栄養を必要とする捕食動物の大部分は長くは持たず死に絶えてしまう。しかしここは人工的な世界であり、デスワームに餌を与えるのも死んだら補充するのも宇宙ステーションの管理者の思いのままです。少し考えすぎかもしれないですが、その可能性は十分ありえました。ここまでの事実をおさらいしよう。あの島と同じくこの砂漠も自然環境を装った宇宙ステーション。遺伝子操作によって作られた危険な生物が多数、そして必死で生き延びようとする人類が少数存在している。この環境は人工的な領域と自然の障壁によって意図的に作られている。他の宇宙ステーションも同様であることが予想され、壮大なスケールで実施されている何らかの奇妙な実験であると考えられる。つまり各ステーションは条件の異なる試験体として、続きは後にしよう。キャラバンの一人がたった今大慌てで戻ってきました。信じがたい話でしたが、
岩が生きているなどと言っていました。石膏が言っていたように岩は確かに生きていました。そして巨大な二足歩行のゴーレムの姿をしており、非常に攻撃的でした。それに襲われた時は死さえも覚悟しました。しかしその時、もっとおかしなことが起きます。雷がゴーレムに直撃したのでした。だがそれは空から降ってきたものではなく、血まみれのドラゴンの口から発せられたものだったのです。それからのことはよく覚えていません。おかげで生き延びることができましたが、ヘレナはまた一人になってしまいました。今思い出すと、あのドラゴンには騎乗者がいました。騎乗者は見つからないようにうまく隠れていましたが、あれはメーリンだったでしょうか。彼女が生きているかどうかも知らない。この砂漠ではその可能性は低い。しかし、あれだけの生物を飼いならしている様が、彼女と重なるのでした。彼女が私を見守ってくれていると空想してもいいだろう。実際、私たちは友達だった。よね。こういう時に友達がいればよかったな。違う意味で最高の友達を見つけます。この小さな毛玉をヘレナは連れて行くことにしました。彼女はレノピラ・アンプレクサスという種だ。小さくて愛らしい草食動物で、知る限り、テイムしても特に役立つことはない。それでも彼女を放っておくことができなかった。ゴーレムやワイバーンとのいざこざで、自然の摂理に手を出さないという唯一の科学的信念はどこかへ行ってしまったようです。夜に彼女を抱いていれば凍えることもないし、そのおどけた仕草などは癒しになっていました。そろそろ名前をつけてあげようかとも思っていました。レノピラが役立つとは夢にも思わなかった。今朝、彼女が興奮した様子で飛び回っていて、落ち着かせようとなだめていたら、直後に雨が降り始めます。偶然だと思いましたが、その後も飲み水を確保しようと外出していた時、彼女の様子が変だったため、念のためシェルターを確保すると、その数分後に小雨は嵐に変わったのです。彼女に天候予知能力があるとすればありがたい。何のひねりもないけど、レーダーという名前はどうだろう。2日前に高地を探す決断をしておいてよかった。そうでなければ、この開拓地を見つけることはなかった。ヘレナは平和主義者ではありません。死と暴力は生きることの一部で、自然の摂理だと考えていました。それでも銃には少しばかり違和感がありました。人を撃つという行為は間違っていると本能的に感じていました。島ではあのニューレギオンさえ撃つことができませんでした。しかし、そうも言っていられない。村の住民は私を歓迎し、受け入れてくれている。彼らのためには訓練をしなければならない。想像よりも早く射撃技術を披露することになるかもしれません。狩猟チームがこちらへ巨大カマキリの群れが向かっていると報告してきました。巨大カマキリ。直接見たわけではないですが、村人たちの間ではこの話題で持ちきりでした。彼らによると、この昆虫たちは武器や道具を巧みに扱う小さな手を持っているらしい。正気とは思えない話でしたが、巨大カマキリという時点でもはや現実離れしている。せめて食人の風習がないことを祈りました。戦いを挑もうとする人間はいないし、今から逃げるにしても遅すぎる。通り過ぎてくれればいいが。カマキリがこの村を通過するとは根拠のない希望であり、皆が翌朝を迎えることができないと考えていたでしょう。あれだけの訓練を重ねたが、ライフルはいつもより重く、震える手の中にあるそれは違和感しかありませんでした。奴らは接近してきましたが、幸い来訪者は他にもいました。接近するカマキリに上空から炎や電撃が降ってくると、村人たちは喜びの歓声を上げます。名前を叫ぶ者もいました。ワリ・アル・アスワド。黒のローブで身を隠したその騎乗者は、大喝采に応えることはありません。迅速かつ効率的に、そのワイバーンの正体はカマキリの群れを一掃しました。ワリガル・アスワド。何としても会いたい。感謝を伝えたい。問いかける人によって、ワリアル・アスワドは何者かという答えは変わりました。この砂漠で生き抜くための心構えや装備は以前とは比べ物にならない。モレラトプスに大量の水を確保させ、レーダーは天候を教えてくれる。唯一の恐怖は巨大な捕食者たち。それと巨大なゴーレムだ。探索に数週間を要しましたが、ついにワリガル・アスワドを見つけます。数頭のワイバーンと共にいる一人の騎乗者を発見します。騎乗者は私のことをはっきり見ていました。なぜならその直後にワイバーンたちが私の頭上を旋回し始めたからです。ヘレナは手を振って、
大声で挨拶をしました。念のため、名義の名前も叫んでおきます。しかし、返事はなく、そのまま飛んでいってしまいました。ワリは社交的とは言えないようですが、このまま諦めるヘレナではありません。ああ、ワリが過酷な山を住処にしているとなぜ気づかなかった。昨日、ワイバーンたちが頂上に降りたのを目撃した。そこから立った様子もない。面倒だがあそこに住処があるのだろう。山道はモレラトプスには狭すぎるので、置いていくしかありません。もし戻らなければ勝手に逃げてくれるでしょう。登り始めたはいいが、想像以上に厳しい道のりになりそうです。ヘレナが全身の力を抜き、この山に対するあらゆる暴言を吐き出した瞬間、彼女の笑い声が私の耳に鳴り響きました。当惑した老女の声でした。どうやらヘレナからワリを見つけたのではないみたいでした。彼女がヘレナを見つけたのでした。ポータルの入り口ではそれなりの驚きを体験しましたが、どうやら出口にも同様の現象が発生していたようです。ワリによると、ワイバーンからそれを見つけるのは容易で、その後ヘレナを尾行していたようです。彼女がタイミングよく現れたのは偶然でも何でもなかったのでした。オベリスクやその守護者、あるいはこの砂漠が宇宙ステーションであることを話した時も、それほど驚いているようには見えませんでした。私よりもこの世界を熟知しているのか、もしくはそれ以上の驚きを体験しているのだろうか。ワリがワイバーンの乗り方を教えてくれるようになったのは、会話が込み入りすぎた時に逃げるためでしょう。だけどそれでもよかった。見た目は異なるが、ワイバーンに乗るのはアルゲンタビスに乗るのと同様に快適でした。サドルがなくても気にならない。そのように設計されているのでしょう。遺伝子操作によるものだろうと、彼らが壮大な生物であることに変わりはありません。危険は伴うが、いつか野生のワイバーンを観察したいと考えます。そんな機会を逃すことはヘレナにはできません。ヘレナがワイバーンを乗りこなせることを証明した結果、ワリはこの地域の見回りに同行させてくれました。ヘレナが知る限り、ワリはこの場所で長い時間を過ごしている。おそらくロックウェルよりも長い。すべての村や遺跡の歴史を知っている。南東の方角に大きな町があったようだが、いつしか消滅したらしい。細かい部分については未だに語ってくれませんが、詮索を続けようと思いました。その点でレーダーの存在は心強い。この毛玉が近くにいるときはワリの機嫌も良い。彼女が一緒にいてくれてよかった。ワリから自然について勉強する時間を与えられたことは感謝していましたが、彼女はそんな自分を面白がっているだけのようにも思えました。誰も読まないようなものを何時間も書いて何が楽しいとも言われました。正直、返す言葉が思い浮かびませんでした。確かに私の調査書は誰にも読まれないでしょう。この場所に閉じ込められている限り出版する術はない。書き始めた当初は自然に対する愛がそこにはありました。今はどうだろう。もうこれは私の存在意義なのだ。記すことによって私が私でいられるのだ。先日信じられないことが起こります。ワリが砂漠でさまよう人影を見つけます。それはなんとあのエドモンド・ロックウェルでした。ヘレナは知人との再会に思わず泣き出しそうになります。ロックウェルはヘレナがネルバに囚われていると聞きつけ、私を解放するように彼と交渉するつもりだったようでした。そして洞窟へ入るとここへたどり着いたらしい。私のためにわざわざそこまでしてくれるなんて、なんて優しい人なのだろう。奇妙なことに自分のポータルが開く直前、ワリは彼女の縄張りから遠く離れたところでポータルが開くのを見たと言っている。おそらくそれはロックウェルのポータルだ。しかしワリが現場に到着するのが遅すぎたため、すでにロックウェルの痕跡は消えていた。ポータルは時間と空間を超えた移動を可能にするというのがロックウェルの立てた仮説だが、今私が一緒にいる人たちを見れば、それに賛成せざるを得ない。ロックウェルを見つけて以来、ワリはとても静かになりました。二人の時間を与えてくれているのでしょう。とはいえ、ヘレナたちがネルバの野心について話をしていた時、彼女は興味深いことを言っていました。この地を征服することは、この地が許さない、そう言っていました。彼女曰く、南東の大都市はオベリスクによって滅ぼされたということしか語らなかった。推測の域は出ないが、考えがいのある情報でした。このステーションの管理者が人類の行いを監視していて、真相に近づきすぎたものは罰せられるのだろうか。各ステーションがより大きな実験の各試験体だとして、
人類の進歩がリセットされているという考え方は決して飛躍ではないと思えました。そうだとしたらあまりにも末恐ろしい。ゾッとする。ロックウェルはいつ眠っているのだろうか。夜中に目を覚ますと、彼は火の明かりで奇妙な鉄のかけらを観察していた。見覚えのあるアーティファクトも持っていた。ヘレナはそれを割に見せるように言った。そして彼女はそれがここの唯一の守護者であると言った。彼女の知識からすれば、以前にオベリスクを起動したことがあると聞いても驚きはなかった。それどころか、彼女はあの獣すら倒した経験もあるようでした。守護者のアーティファクトを持っていれば、どうやらいつでもこの地を離れられるらしい。そろそろここともお別れだ。割と会えないのは寂しいが、ロックウェルもそれを望んでいました。ヘレナたちをコントロールセンターまで連れ戻してくれるトランスポーターは、山のさらに南にある廃墟と化したところにある。南東の町同様、ワリはオベリスクによって破壊されたと思っているようです。ヘレナも情報がないわけではないので、それ以上の詮索はしませんでした。ワリはその廃墟の話だけは口を割らない。南東の町に連れて行ってもらった時も必死で頼み込んだが、現地についても彼女は何もせず、ただ遠くを見つめているだけでした。わざわざ彼女の機嫌を損ねる必要はないだろう。これまでの彼女の貢献に敬意を表し、別の道を歩むことにしよう。廃墟を通り抜けプラットフォームに無事に着いたヘレナたちを見届けると、ワリは去っていった。あれだけ世話になっていたから、彼女がいなくなるのは悲しかった。お互い笑顔で別れられたのが唯一の救いでした。もちろんレーダーも同じです。彼女を連れて行くことができないので、ワリに託すことにしました。二人ならうまくいくでしょう。ああ、またワリと書いてしまった。しかも2回も、癖というものはどうしようもない。ワリは彼女の本名じゃない。分かっていたのに、彼女はそれを訂正することはなかった。少なくとも今までは。とにかく、幸運を祈ってる、ライア。あなたに出会えて本当に良かった。と記録は終了します。You continue to impress, Survivor. As you have grown in strength, I have been searching Helena's memories, finding what I have forgotten all these long years. Her friends, and the journeys they had. Was it all for nothing? No, it had to be done, so that one day you could exist. Together you and I, we can put this right. You must travel onwards, Survivor, for your greatest trials are still to come. はい、ではいかがでしたでしょうか。本日はですね、アークバックストーリースコーチとハース編後編をお送りいたしました。前編から引き続き見られている方は最後ハッとした部分があると思うんですが、再度見直していただくと前編含めてですね、要所要所に潜ましている部分とかもあるので、ぜひ見返していただいて楽しめる感じにしております。一度見返していただけると嬉しいです。またですね、何かコメント欄にですね、感想をいただけると嬉しいです。ここからはメインストーリー、アベレーション、エクスティンクション編へと続いていくことになりますので、またそちらもお楽しみにお待ちいただければと思います。では本日は以上となります。普段ですね、アークについてトラップであったり、建築動画、冒険動画、ニュース速報的な情報発信であったり、チュートリアルなどもお送りしておりますので、ちょっとでも面白かったよとか、役に立ったよとかございましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。あと、Twitter の方でも随時情報共有や配信投稿情報、動画で使った資料の配布、リクエストや相談も受け付けておりますので、Twitter の方でもフォローよろしくお願いいたします。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。